イニーがついに実装されます。UMP40 に再び会えるなんてドキドキしますね。レイニーは物理のサブアタッカーです。物理防御現象が核であり、召喚体ギミックも持っています。無凸でも防御現象が有用で、3凸で効果が強化されます。支援能力は3凸で完成し、6凸で本格的なサブアタッカーになります。有効突破は0凸、3凸、6凸。武器は性能が良好で、1凸よりも武器の優先度が高いですが必須ではありません。ただし物理の主軸であるゴイマスティナが単体でも強力で、ユヒと合わせた2人編成でも十分なため、レイニーは必須ではありません。レイニーは純粋な物理編成を組む際の防御減少要因なので、純物理をやらないならスキップしても問題ありません。実装が本来のスケジュールより遅れたわけ、グローバルでは上位キーも追加されます。防御減少効果とわずかなダメージ増加効果を持っています。ただし最新の上位キーにしてはやや微妙な性能。6凸でもダメージはそれほど高くなく、相対的に6凸のコスパはあまり良くありません。オーガスはまだまだ現役だよ。絆の可能性、耐性ダメージプラス3。レイニーのスキルセットはウルトで召喚する分身、心臓体が革新です。心臓体はレイニー本体と共にスキルを使用します。毎ターン SP を3消費し、SP が足りない場合は心臓体が消失します。心臓体はレイニーの装備効果まで同様に継承します。すでに心臓体がいる場合は使用できず、心臓体のスキル31には互いに位置を入れ替えるスキルがあります。チャンス探知、物理攻撃に対して防御力マイナス 10%、かさびき、レイニー、心臓体に対して防御力マイナス 15%、最大6スタック、初期最大体力12ごとに会心率プラス 0.1%、最大 30%、パッシブ効果により、スキルは本体、分身が同じ位置のスキルを使用します。つまり1回の操作で本体、分身がそれぞれスキルを使う形です。レイニー、心臓体のスキル効果は大体同じですが、若干異なります。攻撃力 140% の物理ダメージを与えます。レイニーは単体攻撃、心臓体は範囲攻撃です。レイニーで使用した場合、レイニーのスキル1が命中していないと、続く心臓体のスキル1が防御力を 30% 無視します。心臓体で使用した場合、範囲内に命中した対象1体ごとに、ダメージ係数が 20% ずつ減少し、最大 80% まで減少します。また範囲内に防御力0以下の対象がいる場合、続くレイニーのスキル1が防御力を 30% 無視します。攻撃力 120% の範囲ダメージを与えるスキルです。レイニーも心臓体も範囲攻撃です。レイニーで使用した場合、続く心臓体の攻撃が移動力マイナス1のデバフを付与します。心臓体で使用した場合、2体以下の敵に命中した場合、続くレイニーの2スキルの耐性ダメージが足す5されます。レイニーの1、2スキル自体にクールタイムはありませんが、両スキルとも次の味方ターン終了まで使用不可という別制約があります。つまり制約が解除される貫突でない限り、スキル1とスキル2を交互に使う必要があります。セットは実弾、または汎用の近接強行。オプションは一般的な攻撃ボーナス、会心ダメージです。ただし3凸以降は別のオプションも検討可能です。3凸以上ではアタッチメントに参考、攻撃力ボーナス、体力に変更する方がやや強いです。キーはダメージを伸ばす6の03が必須で、それ以外ではバフ浄化用の6の01、
たは防御系キーなので好みで選択すれば OK です。前作では UMP40 として登場しました。すでに作為闘病ストーリーでも言及されています。まずゲーム的な話をすると、かなり特殊な性能の SMG でした。本来 SMG はタンク役ですが、珍しいダメージ型 SMG でした。スキルも特殊で、戦闘中に一度だけ使用可能で、回避と火力を変換しました。ネタ編成では長期戦の火力要因として時々使われていましたね。ストーリー的にはヴィヴァの実質的な姉妹に近い存在です。ただしすでに物語上では退場していました。ヴィヴァ、そして世界観的に重要な事件に最も深く関わっていた人形です。これについてはかなり複雑な話になりますが、以前の作為闘病ウェヘンストーリー解説動画で詳しく説明しているので、そちらを参考にしてください。ありがとうございました。